おはようございます。たかしです。本日は10月16日水曜日、ただいま8時18分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日もお話ししてましたが、ここのところずっと揉み合いですね。この黄色丸の中で揉み合い。現在は GMMA の青帯を一度上抜けて、そこに押しをつけて、ここから上昇できるのかっていうところですが、GMMA の青帯を上抜けて押しをつけた。そして現在地付近でずっと揉み合いをしておりますよね。そうするとここから下落していくっていうことも考えられますので、ただ今 GMMA の青帯が上昇方向にじわじわと変わってきておりますので、一度この GMMA の青帯に押しをつけて、そこから上昇していくという、そういう考え方、こういう動きですね、も想定できますので、今は一度 GMMA の青帯付近までの下落も考えておきたいです。そうすると、このあたり、193円付近までの下落が想定できますし、もちろん GMMA の青帯を下抜けると、ここから大きく下落していくっていうことも考えられます。現在はこういう上昇トレンドですよね。その今、山のてっぺん部分にありますので、ここから下落してきた場合は、再び188円とか、その辺付近までの下落、こういう波を作りますので、そんなイメージも持てます。で、現在のところ煮詰まっておりますので、ここから上抜けるのか、それとも GMMA に一度押しをつけるのか、ですので、193円付近まで一度押しをつけるのか、このまま上抜けていくのか、っていうところを見ておきたいです。ただ、インジケーターを見ていると、いつ下落してもおかしくない雰囲気なんですね。ストキャスティクスも高値圏です。マクディも上昇モメンタムが消えてきておりますので、そう考えると一度下落方向、そこからの再上昇、そんなイメージを持っておきたいですね。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯は上向きで上昇トレンド中なんですが、なかなかに上値が重いですよね。ずーっとこの高値更新がほぼできていない状態です。若干高値更新はしたりしてるんですが、結構微妙な感じですよね。上がっても抑えられるという196円付近、ちょうどここに直近の最高値があるんですが、だいたいそれが196円付近になるんですけれども、今はそこがかなり上値が重い、そんなポイントになってきますので、本日も上昇すれば下落するっていう、そういう動き方を想定しておきたい。ただし GMMA の青帯付近から反発しておりますので、下がってくれば上昇しやすい。昨日も下落はしてきているんですが、GMMA の青帯がすごく意識されているのがわかりますよね。ただ現在その値幅がだいぶ小さくなってきてますので、トレードが難しくなってきてます。GMMA の青帯に接触すれば反発するんですが、上昇すればやはり196円手前っていうのが重くなってきてますので、例えばこの昨日の高値と昨日の安値のこの間のレンジという風に本日は考えておきたい。もちろん GMMA の青帯下抜けると結構大きく下落すると考えられますので、その場合はその下落の流れについていけばいいと思います。まず本日は昨日の高値安値の間で考えておいて、抜けた方についていくっていう考え方、もしくは一旦様子見がいいのかなと、だいぶ煮詰まっている感じがしますので、分かりにくい動きをするのであればトレードは控えていくのがいいと思います。では1時間足です。以前からお話ししてますが、1時間足はかなり分かりにくいんですね。GMMA の青帯を上抜けたり下抜けたりしておりますので、結構分かりにくい。昨日も下抜けてまた上抜けて、現在また下抜けてきておりますので、今はただ GMMA が比較的意識されているんですね。下抜けるとこのラインがレジスタンスになって、上抜けるとサポートに変わっている。昨日なんかもそうですよね。下抜けると一旦そこがレジスタンスに変わっておりますので、現在また下抜けてきているってことは、この GMMA の青帯で上値を抑えられて下落するかもしれないというところですが、先ほど言ったように一旦は昨日の高値安値このあたりを意識しておくといいと思います。まずはこの中でのレンジですね。昨日の高値がだいたい 195.7 付近、安値が 194.7 付近、その1円幅ぐらいのところでのレンジなので、このあたりにアラートを仕掛けておく。ここでのレンジと考えるのであれば、この中での動きなので、ここを抜けた方についていく。上抜けた時はすぐに196円手前というこのオレンジの水平線がありますので、そこでの騙し、上抜け騙しには注意が必要なんですが、基本的にはこのレンジを意識しておいて、そのレンジの中での動き、そして下抜ければ大きめの下落をしていくと思います。193円ぐらいまで下落しそうですので、その流れについていく。上抜けた場合は、騙しには注意しながらそれについていくという考え方で、本日アラートを仕掛けるならこの3本ぐらいですかね。昨日の高値と安値、それからオレンジの水平線、この辺にアラートを仕掛けておくといいと思います。
思います。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、まだご利用でない方は、まずは無料登録をしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も高値圏での揉み合いですね。この過去の高値、ここが今意識されております。現在地付近でずーっと揉み合ってますよね。じりじりと安値を切り上げてきているんですが、ほぼほぼ動けていないというのが現状です。ストキャスティクスが高値圏にあるので、一度下落方向への動きは待ちたいですよね。GMMA が今こんな感じで上がりそうになってますので、その辺付近まで押しをつけての上昇。こういう動きをイメージしておく。そうすると、現在 GMMA の青帯付近までとなると、147円前半ぐらいまでの下落のイメージができます。では4時間足です。先ほど日足で147円前半までという話をしました。そうするとここにオレンジの水平線があります。これ過去も意識されているポイントですよね。ということは 147.2 付近までの下落が考えられます。ここのところじりじりとは上昇はしているんですけれども、この高値の更新の仕方が微妙だっていう話はしましたよね。だんだんとこの高値の更新幅が小さくなってきているので、こんな感じでダラダラーと下落していく可能性がありますので、今昨日もかなり上値が重いですよね。と考えると、本日ここから、もし仮に昨日の高値をこう目指して上昇していったとしても、そこがうまく更新できずにそこから下落していくということも考えられますので、そうなると147円前半付近を目指して下落するかもというところです。ただ、基本的には GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中ですので、GMMA の青帯に接触すると反発しやすくなりますので、そこはご注意ください。もし戻り売りでする場合は、高いところから買っていく。上昇したところ、昨日の高値とか、これは一昨日の高値ですね。一昨日の高値ぐらいまでの上昇を待って、そこからのダブルトップでの下落っていうところを考えておく。逆に押し目買いで考える場合は、GMMA の青帯付近からの反発。なので、現在地付近ですよね。こういうところからの反発を見ておくといいと思います。もしくはこのオレンジの水平線、147円の前半ぐらいまで下落するのを待って、そこからの押し目買いを考えておくと分かりやすいと思います。では、1時間足です。こちらもポンド円同様に1時間足は分かりにくいんですね。GMMA の青帯を上抜けたり下抜けたりしております。現在一旦青帯下抜けてますので、ここがレジスタンスになってここから下落するっていう、そういうイメージができます。下落してきた場合はこのあたりですね、148円のミドルぐらい、148.5 とか4とか、そのあたりが次下落のターゲットになってきます。ここ下抜けてくると先ほど言ったオレンジの水平線、147円前半ぐらいまでの下落が考えられますので、その辺の動きを見ておきたいですね。このままこういう感じで下落をしていくのか、それとも GMMA の青帯、今は下抜けているので、そこがレジスタンスになるかもって言ってますが、ここを逆に上抜けてくると GMMA の青帯がまたサポートに変わってきますので、そうすると月曜日の高値ぐらいまで上昇していくとも考えられますので、その辺を見ておきたいですね。まずはこの GMMA の青帯を上抜けるのか、それともGMMA の青帯でレジスタンスされて下落していくのかっていうのが本日の注目ポイント。下落していった場合は昨日の安値を下抜けられるか、昨日の安値を下抜けるとこのあたり148円の前半ぐらいまでの下落を考えておきたいです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。